今日は神奈川県鎌倉市の鎌倉駅にやってきたのだ。 JR 横須賀線と江ノ島電鉄が乗り入れていて、東京駅からは約1時間。言わずと知れたこと鎌倉の玄関口なのだ。年間を通じて多くの観光客が訪れる神奈川を代表する観光地ですね。到着したのは夕方の17時。日帰りの観光客がそろそろ帰り始める時間ですね。鎌倉ってお店が早いところだと17時には閉まっちゃうんです。前々回の熱海に続いて今回もリフレッシュ目的でフラッとやってきたのだ。最近ちょっとお疲れ気味です。夕方過ぎの鎌倉だったら快適にフラフラできるんじゃないかなって思って来てみました。夜の鎌倉って来たことなかったし、その辺も興味あるのだ。すでに改札から出てくる人よりも吸い込まれていく人の方がずっと多いですね。それでは散策スタートです。まずは駅の東口にある岩田コーヒーに向かうのだ。小町通りの入り口すぐにある鎌倉を代表する超有名老舗喫茶店です。内装の雰囲気もとても素敵なお店です。今日はお昼ご飯を食べてなかったので、散策前にそこで腹ごしらえなのだ。現在時刻は17時、営業時間は18時までなのでギリギリ滑り込みセーフなのだ。17時ということもあってすぐに席に通してもらえたね。それでも店内は8、9割は埋まっていて、さすがは人気店です。名物の極厚ホットケーキを狙ってたんだけど、焼き上がりに30分かかるのもあってか残念ながら品切れだったのだ。完全にホットケーキの口になっていたからがっくりきました。代わりに期間限定メニューだったシュガートースト、それにコーヒーは岩田オリジナルブレンドを注文したのだ。コーヒーはブラックのままでも十分飲めるぐらい美味しいんだけど、僕は少しミルクを入れた方が好みなのだ。美味しい。そしてシュガートーストはホットケーキがなくて少し意気消沈してたけど、これ激うまでした。甘いバタートーストにシロップ、そこに冷たいアイスが乗っていて、熱々のトーストと冷たいアイスがすごくマッチしてめっちゃ美味しいのだ。アイスが溶けてくるから急いで食べなきゃいけないのが少し焦るけど、それでも満足度がとても高いです。もしかして岩田コーヒーってホットケーキ以外もいろいろと美味しいんじゃないかって気づかされたのだ。これは大発見だったね。これからも鎌倉に来ることはあるだろうし、また他のメニューもいろいろと試してみたくなりました。ごちそうさまでした。コーヒーもトーストもどちらもとても美味しかったのだ。お店を出ると18時前、外は少し暗くなってきましたね。駅を挟んで今とは反対側にある西口に移動するのだ。西口の駅前には時計台があります。大正5年に建てられた旧駅舎のシンボルだった時計台で、駅舎の建て替えの際に市民の要望で残されてここに移設されたものです。普段は人が多いここも今はまばらにしかいないのだ。さてと西口に来たわけですが、ここからは図書館に向かいます。前々回の動画で熱海に行ったけど、人気観光地熱海にある図書館ってどんな感じなのか興味が出て行ってみたのだ。運悪く蔵書点検中でお休みだったね。そのせいで若干消化不良気味なのだ。ここ鎌倉でリベンジするのだ。人気観光地鎌倉の図書館に行ってみた。どこにでもある図書館だと思うんだけど。それはそれでいいのだ。観光地でも確かに人々が生活してるんだっていう空気感が好きなのだ。鎌倉市中央図書館は鎌倉駅から徒歩7、8分ってところです。閉館は曜日によって18時と19時に分かれます。この日は19時までやってたので余裕を持って行けました。この辺はもう観光地っぽさはなく普通の街って感じなのだ。鎌倉駅からちょっと離れるだけで住宅街が広がるんだね。それに道もちょっと暗いね。到着。3階建ての立派な建物なのだ。中に入ってみると、普通の図書館でした。鎌倉だからって特別何かあるわけでもないのだ。2階には学習机がたくさん並んでいて勉強するには良さそうな環境だったね。ただ中央とついてる割にはちょっと敷地の広さが物足りないのだ。鎌倉で広い土地を探そうとすると郊外になっちゃうだろうし、
図書館内をぐるぐる見学しただけだったけど結構満足したのだ。リベンジ達成なのだ。図書館を出るともうすっかり真っ暗です。おなり通りを通って鎌倉駅方面へ戻るのだ。おなり通りは鎌倉駅西口から続く商店街で、小町通りと比べると地元密着型のお店が多い通りですね。現在18時20分。お店はほとんど閉まってるのだ。カフェやバーはやってるけど、物販系のお店はほぼシャッターが下りてるね。驚いたのがカフェなのだ。いつも人でいっぱいな鎌倉のカフェがどこもガラガラ。昼間だったら空席を探すのに苦労するのに、この時間はどこも余裕で入れそうです。夜の鎌倉でカフェに行きたいならむしろ狙い目かもしれないですね。鎌倉駅東口に戻ってきたのだ。ここから若宮大路の段葛を歩いて鶴岡八幡宮へ向かうのだ。段葛は若宮大路の中央にある一段高く作られた参道で、2の鳥居から鶴岡八幡宮入り口の3の鳥居まで約500メートル続いています。源頼朝が妻北条政子の安産を祈願して作ったとされる歴史ある道です。実はこの段葛、鶴岡八幡宮に近づくほど道幅が狭くなってるのだ。遠近法で参道を実際よりも長く見せる工夫になってるのだ。敵が攻め込んできた時に距離感を惑わせる防衛上の理由もあったと言われています。昼間に歩いたことはあったけど夜の段葛は初めてなのだ。人が少なくてすごく気持ちよく歩けるのだ。昼間の混雑が嘘みたいに静かだね。春は桜並木が有名なスポットだけど、冬の夜もなかなか雰囲気がいいです。鶴岡八幡宮に到着なのだ。時刻は19時前。鶴岡八幡宮は鎌倉を代表する神社で、源頼朝が鎌倉幕府の守護神として整備したのが始まりです。鎌倉の歴史と文化の中心といってもいいスポットですね。閉門は20時なのでまだ中に入れるのだ。ただお守りの販売もおみくじもこの時間にはもうやっていませんでした。それらが目当ての方はもっと早い時間に来た方がいいですね。お賽銭だけ入れてきたのだ。ライトアップされた本殿がすごく綺麗だったね。夜の鶴岡八幡宮、昼間とは全く違う雰囲気で見る価値ありです。昼間は人が多くてゆっくり見られないけど夜ならじっくり堪能できるのだ。参拝者もほとんどいなくて静かな境内を独り占めしてるような気分でした。鶴岡八幡宮を後にして小町通りへ向かうのだ。時刻は19時を回ったところ。小町通りは鎌倉駅東口から鶴岡八幡宮方面へ続く全長約360メートルの商店街です。約250店舗以上が軒を連ねる鎌倉観光の定番スポットですね。昼間は歩くのも大変なぐらい混み合う通りだけど人がまばらにしかいないのだ。サモエドカフェなんてお店を発見したのだ。鎌倉でサモエド、意外な組み合わせなのだ。サモエドのお散歩にも遭遇しました。お店はほとんど閉まってますね。シャッターが下りた小町通りってなかなか見ることないんじゃないでしょうか。普段はぎゅうぎゅうの道を独占できて歩きやすいのだ。そしておもちゃ屋さんも発見です。おもちゃのチョッペーという大正時代から続く老舗のおもちゃ屋さんみたいです。小町通りにおもちゃ屋さんなんてあったんだね。周りの店が閉まっていて暗いからこそ明かりがついているこのお店の存在に気づけたのだ。さてこちらは小町通りの入り口付近にある会座鎌倉。大きな提灯が目印の商業施設でお土産やグルメが集まったスポットです。実はここ入ったことがなかったのだ。ただ路面店は店じまいの作業中で閉店後の雰囲気が漂ってるね。奥にウッドデッキの広場があってイルミネーションが綺麗でした。会座鎌倉のすぐ近くにあるのが今日最初に行った岩田コーヒーなのだ。こちらも閉店済みなのだ。本当に夜が早い街だなって感じます。時刻は19時半。せっかくだから鎌倉っぽくないものを食べようと思ってふらふら歩いてラーメン屋さんを見つけたのだ。麺屋タスクの鎌倉おなり町店ですね。大和市の中央林間にもお店があるラーメン屋さんです。相模原にもあったそうですがそちらは閉店してしまったみたいですね。
お店に入ってみたんだけど、お客さんは僕一人でガラガラだったのだ。19時半といえば夕食時ですが、やっぱり鎌倉でラーメンを食べる人は少ないのかな。周囲のお店も全部閉まっているから夜は集客が厳しいのかもしれないね。でもラーメンはすごく美味しかったのだ。スープは魚介系かな。ラーメンなのに全然脂っこくなくてスルスルと食べやすいのだ。調べてみると豚骨や鶏ガラに魚介だしを合わせたダブルスープみたいですね。コクがあるのにあっさり食べやすいのが特徴です。魚介とも言い切れなかったのはそういうことだったのだ。夜の散策で冷えた体と疲れた胃袋に優しく染み渡るのだ。個人的にとても好みの味だったのだ。というわけで夜の鎌倉を散策してきたのだ。鎌倉は日帰り観光客が多いからか17時を過ぎるとかなりのお店が閉まってしまいます。でもそのおかげで普段のにぎわいとは違うとても静かな鎌倉を楽しむことができました。大混雑を避けて自分のペースでのんびり歩けたのは最高のリフレッシュになったのだ。たまには夜の鎌倉を歩くってのも楽しいと思ったのだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。